いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業は冬メバリングのポイントです。冬は釣りの対象魚が少なくなる時期にもなりますが、メバルにとっては絶好の時期に入ってきます。今回はメバルの生態視点からポイント選定をお届けいたします。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきます。ボトムは抱卵個体、表層は1歳から2歳、産卵時期は表層狙い、終盤は適水温を求めて、それではこの4つについて解説していきます。12月になるとメバルはスポーニングといって産卵の時期に入ります。産卵のピークは2月頃まで続きます。また、この時期の水温はメバルの最適温にもなってくるため、比較的簡単に釣れるようになってきます。メバリングが楽しめる詳しい場所については、メバリングのポイント5選で紹介しております。お時間がある時に見ていただけましたら幸いです。念のため、今回は概要のみ載させていただきます。ボトムは抱卵個体について解説していきます。1歳から2歳のメバルと抱卵個体の釣り分けについて詳しく見ていきます。メバルの活性が上がる夜をベースとして進めさせていただきます。12月になるとメバルは産卵を意識した行動に入り、2月頃まで産卵時期が続きます。基本的には海藻が茂って駆け上がりなどのブレイクが近くにあるポイントで産卵を行います。多くの魚は卵を産みますが、メバルは交尾によりお腹の中で卵を受精させ、孵化した仔魚を産みます。メバルは3歳で成熟します。そのため、成熟した15センチ以上のメバルは産卵場所でもある深い藻場に集まります。表層は1歳から2歳について解説していきます。表層付近では比較的大きめのメバルはほとんど見かけなくなります。しかし、表層にはまだ成熟していない1歳から2歳のメバルが月や常夜灯などの明かりで集まるプランクトンや小さなベイトを求めて表層付近に集まります。そのため、この時期によく釣れるサイズは1歳から2歳の12センチほどのメバルになります。産卵時期は表層狙いについて解説していきます。釣りって学べるの思いも入りますが、冬メバリングにおいて狙うポイントは、ボトム付近の大物を狙いたいところですが、抱卵個体が釣れてしまう恐れがあります。サイズは小さくなりますが、将来有望な1歳から2歳のメバルが多くいる表層付近で楽しんでいただけたら幸いです。メバルは産卵から成熟するまで3年かかります。20センチ程度に成長するまでさらに2年、生まれてからトータルで5年はかかります。早熟ではありますが、成長速度が比較的遅い魚になりますので、抱卵個体のキープはほどほどにお願いいたします。終盤は適水温を求めてについて解説していきます。2月頃の冬メバリング終盤になると、海水温の低下により表層でもメバルの数が少なくなる場所も出てきます。この時期は工場からの温排水など少しでも水温の高いポイントを探すといいと思います。メバリングをこれからの世代につなげるためにもご協力よろしくお願いいたします。最後にまとめです。表層付近には生後1年から2年ほどのメバルが多くいました。ボトム付近は成熟した3年以上の抱卵個体が多くいます。ちなみに小さい頃のオスとメスの比率はほぼ半分半分と言われています。しかし大きくなるとメスが 90% 以上を占めるようになると言われています。12月から2月までの産卵時期は
これからも長くメバリングを楽しめるように表層付近を狙っていただけましたら幸いです。この動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますのでご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。以上となります。今回の動画がメバリングの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。